ヘリテージデザインのニコン ZFC に一番似合う TT アーティザン AF27mm F2.8Z ファーストインプレッション。はい、皆さんこんにちは、長チャンネルです。先日ニコン ZFC パンケーキレンズ選手権という企画で ZFC に最適な薄型単焦点 AF レンズを調べました。そこでベストチョイスに選出した TT アーティザン AF27mm F2.8 を我慢できずに購入したので、使い勝手や描写性能のファーストインプレッションをお届けします。それでは Let's get started! 長チャンネル。デザイン。全長 33mm の薄さと重さ 100g のコンパクトさはパンケーキレンズといえるギリギリの線です。最大の特徴で一番気に入っているのが絞りリングがついているところです。指のかかるギザギザ部分が2箇所しかなく操作性は良いとは言えません。オートモード A の指標もあり、ボディ側からダイヤルで絞りを操作することもできます。電子接点によって F 値の表示窓にも EXIF 情報の記録にもきちんと対応しています。ピントリングを回すと少しですがレンズが繰り出してきます。ニッコール Z26mm F2.8 のように先端からレンズが飛び出すことはありません。最短撮影距離。YouTube で調べたとき、最短撮影距離はだいたいカタログ通りという人と、35センチよりもかなり長いという人がいて不思議でした。今回その謎を解明したので検証してみます。原因はファームウェアのバージョンでした。焦点工房さんから購入したレンズは焦点工房のサポートページにアップされている2023年5月13日のバージョン101です。カメラに表示されるレンズファームはなぜか LF1.00 です。ロボットのおもちゃを被写体にしてどこまで近づいてピントが合うか調べます。ここでピントが合わなくなりました。ここが最短撮影距離です。このファームだと最短撮影距離は約40センチです。ほぼカタログ通りの値です。ファームアップ用のリアキャップを装着し、ファームアップしてみます。ファームの最新版は製造元の ttartisan.com にアップされている2023年12月18日のバージョン102です。ダウンロードしたファイルを展開し、
バイナリーファイルをレンズフォルダーにコピーします。レンズをカメラに装着し、電源を入れればバージョンアップは完了です。カメラに表示されるレンズファームは LF1.02 になりました。最新ファームでどこまでロボットに近づいてピントが合うか調べます。ここでピントが合わなくなりました。ここが最短撮影距離です。このファームだと最短撮影距離は約55センチになってしまいます。AF の動きが改善されたのかもしれませんが、最短撮影距離が伸びてしまっています。AF の動きよりも最短撮影距離が長いと使いにくいので、元のファームに戻します。ファームダウンによって不具合が生じるかもしれませんので、自己責任で行ってください。これで元通り最短撮影距離は40センチになりました。AF 精度。絞りを変化させて、手前の狛犬と奥の格子戸に AF でピントを合わせました。F2.8 狛犬、きちんと合掌しています。F2.8 格子戸、きちんと合掌しています。F4 狛犬、きちんと合掌しています。F4 格子戸、きちんと合掌しています。F5.6 狛犬、きちんと合掌しています。F5.6 格子戸、きちんと合掌しています。Z マウントの純正レンズは F5.6 までの実絞り速許ですが、このレンズは完全な実絞り速許です。F8 まで絞ると暗くて AF が迷うことがありました。F8 狛犬、きちんと合掌しています。F8 格子戸、きちんと合掌しています。AF 精度に問題はありません。AF ポイントを動かして簡単に AF スピードを見てみましょう。AF スピードは特に遅いというわけではありませんが、実用上の問題はありません。長チャンネル。周辺の画質と周辺原稿。駅前のスーパーの壁面を撮影して周辺の画質と周辺原稿をチェックしました。F2.8 周辺原稿が大きく、木の枝の像も流れています。タイルもぼやけています。F4 周辺原稿が少し改善され、木の枝の像の流れはわずかです。タイルも少し改造してきました。F5.6 周辺原稿はわずかになり、
木の枝も改造しています。タイルの目地も改造しています。F8 周辺原稿はほとんどなくなり、周辺までよく改造しています。見た目通りのオールドレンズな写りですが、F8 まで絞り込むとシャキッとします。渦巻きボケ。中身もオールドレンズなら背景のボケも渦巻きボケになるはずです。F2.8 だと完全な渦巻きボケです。F4 に絞ると渦巻きは改善されますが、うるさいボケです。F5.6 だとボケは少ないです。オールドレンズテイストなので柔らかいボケは諦めましょう。フレアやゴースト。構図の中に太陽を入れると驚くほど簡単にフレアやゴーストが出ます。F2.8 しかも汚い感じに出まくります。F4 ほとんど改善されません。F5.6 やっと虹色っぽい感じになります。F8 虹色の光芒がいい感じになりました。F11 虹色がはっきりしてきました。F16 虹色が濃くなりすぎてどぎつい感じです。絞りをコントロールして効果として使うことは可能なようです。構図の中に太陽を入れなければきれいに撮ることができます。F8 きれいに撮れています。F5.6 きれいに撮れています。F4 きれいに撮れています。絞り開放 F2.8 きれいに撮れています。フォーカスブリージング。動画向きのレンズではありませんが、一応調べておきましょう。かなり大きなフォーカスブリージングが見られますね。このレンズの特徴は3つあります。その1、軽量コンパクトでヘリテージデザインにマッチしたパンケーキレンズ。その2、Z マウントの AF レンズで絞りリングがついているのは唯一これだけ。その3、写りは良くも悪くもオールドレンズテイスト。オールドレンズをつけて気軽にスナップ撮影をするのに最適なレンズです。次回の動画までぜひチャンネル登録をしてお待ちください。ご視聴ありがとうございました。